ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。これをこうして、ここか。でそっちをこっち。兄ちゃんなんかまた今週も作ってんの？なんだこれ。お陽介。何作ってんのそれ？今週はよ花火作ってんだよ。花火を作る？すげえだろ花火を作るってどういうこと？お前花火っていろいろ種類あんだろ。俺が作ってんのは今はあんまり見ることなくなったんだけどよ、見れるとちょっとな、これめっちゃテンション上がる花火作ってんだよ。テンション上がる。線香花火とかじゃいうみたいな感じじゃない。陽介知らねえかな。ブルンって回る。全然違うよお前。違うの？何花火？パフェについてる花火だよ。お前これ何言ってるか分かんねえだろお前大体。もう俺ら世代はお前あれ出てくるとめっちゃテンション上がるのに、お前最近見ねえから俺が作ってやろうって全国に流通させてやろうと思ってんだよお前。あれね、誕生日っぽいチリチリする派手な花火ね。そうだお前、なんかあれついてってお前ちょっとチャラく見えるだろ。いやあれテンション上がるんだよ。いやテンション上がるけど危ないそんなに危ないならまあ気をつけてよ。まあじゃあなんだろう、それに合う掛け声とかあるの？ちゃんと用意してあるよ。おお、チャラい掛け声。じゃあ陽介今日の掛け声はこれだ。エアウーアイ。エアウーアイ。分かったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。は？エアークーパフェ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイヤーボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤーのマサラカをお送りしていきます。いや読んだでしょ。割とこう読んだよ展開を。エアークー、空気食うパフェ。空気全然読めてないよ。全然読めてないよ。食っちゃってるからね。デラックスパフェ。何デラックスパフェ？いやデラックスなパフェ。なんでこんなパフェの話をしてるかというと、急に今日の6月28日、なんかパフェの日らしいです。そうなの？なんで？パフェは、アイスクリーム、フルーツ、クリーム、チョコソースなどがグラスに美しく盛り付けられ、完璧な味と食感が楽しめることから、完璧パーフェクトなデザートとしてパフェと名付けられました。へー。ちなみに長崎にあるカフェオリンピックというお店では120センチのパフェがあるそうです。でかっ。これ一応写真がね。でかいよね。これどうやって食うの？120センチって。これさ、だってカップの底にまず入るスプーンが50センチぐらい必要だから多分。カップが5、60センチあるでしょこれ。あるね。いや5、60センチ。70センチぐらいか。まあ。いやーパフェね。なんかね、俺なんかちっちゃい頃食べてた記憶があるんだよ。食べてたっていうか食べに行った。へえ。なんかね、俺その地元がさ、久留米ってとこで、佐賀県の鳥栖市が近いの。そこにある美味しいパフェ屋がカフェドブルー。へえ。今もあるの？今もある。すごい。こういうの。美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃん。でもあれだね、こうまっすぐパフェだね。正統派。正統派のパフェだね。そういうのでも食べたいな、確かにちょっと。ここはね、いいなと思いました。いいね。それこそあれでしょ、これもうすぐ1年でしょ。経つでしょ。マサラカがね、お祝いパフェしてもらおう。確かに。ということでメッセージいただいてます。ラジオネームレオナスさん。ありがとうございます。ケンタさん、やすけこんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。バディアジアツアー感想お疲れ様でした。台湾、韓国参戦しました。ありがとうございます。どちらも熱狂がすごく圧巻のライブでした。みんなでの大合唱はとても感動しました。国境を越えて音楽を通じて同じ好きなアーティストを応援できるのはとても素敵だなと実感しました。音楽は最高だと改めて実感しました。スパイアのライブを通じて台湾バディ
韓国バディとも仲良くなれておー素すごい敵なご縁を作っていただきありがとうございました、また海外公演にも絶対参戦したいと強く思いました、これからも応援してます。いつも元気と幸せをありがとう。また会える日を楽しみにしてます。ありがとうございます。アジアツアー終わりましたね。そうっすね。まあなんかこうあれよね、すごかったし、すごかった。なんだろう、やっぱ去年と比べ物にならんちょっと違違うね。いや特に韓国はなんだろう、もともとなんかすごい、まあね、台湾すごかったね。台湾がなんだろう、なんかすごいすごかった。熱狂してたね、うん、なんかちょっと1回目とちょっと全然違う、質がね、なんか全然違う。1回目はなんかまだやっぱみんな様子見感あったし、そうそうそう。ださ、それこそ陽介入って初めてライブやった、その名古屋とか、あのツアー、ちょっとあのツアーの感じあったじゃん。あったね。台湾は、なんかこう様子を見てる。そうそう。新しいボーカルどんなのどんな人だろうみたいな。ね。そう今回はなかったね。なかったね。いらっしゃいみたいな、もうよ本当にうこそ台湾へみたいな感じだったからすごかったな。そして韓国もすごくこう若いファンが多かったですね。あと増えた。男性、今までさやっぱ女性のファンの割合の方が多かったね。今回はすごいやっぱ男性も多かった。いやだ俺のインスタかなんかの DM で男の子からめちゃくちゃメッセージ来るので、何人か徴兵、韓国の制度があるから、それで1年半行ってきますみたいな。で今回のツアーに参加できてすごい勇気もらいましたみたいな。ああそっか、それもあるんだと思って。そうだね、それもあるよね。そうだからすごい嬉しかったしね。また単純にこう日本ツアーを完遂したいですね。ますね。そうなのよ。なんかこうそうアジアツアーお疲れしたっつってこう言ってるんだけど、日本まだだしなみたいな気持ちもあるし、まあね、でもまあ調整がなかなかむずいよね。なかなかライブハウス空いてないしな。まあでも100% やるので、やりますんで、お待ちください。もうそこはねしっかりとこちらも最大限ね、皆さんが来やすい日だったり、そうだね、そういうのを調整してね、やっていこうと思うので、皆さんちょっと首を長くしてこれはちょっと待ってほしい、もう少々お待ちください。なのでよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。C'est l'histoire d'un ami。 わからん。何語や。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。何語でしょうこれ。何語？もう一回聞く？C'est l'histoire d'un ami。 ヨーロッパ。ヨーロッパです。だよね。聞いたことあるんじゃないですか？ C'est l'histoire d'un ami。 フランス。正解。おし、来た。正解。いやドイツフランスどっちだろうなってちょっと思ってたんだよね。ドイツは割とねもうちょい硬いんだよ。硬いか。ちょっとさ巻いてないじゃん。でもそれレみたいな、いやちょっと少ない単語っていうかさ、確かにフランス語ってちょっとさそうもうちょい巻くイメージだった。そんなことはいいんですよ。はい、友達から聞いた恥ずかしい話、届いております。お願いします。ラジオネームなおさん。はい、ありがとうございます。ケントさん、よすけさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい投稿ありがとうございます。さて、最近やらかした友達の話を聞いてください。なんだい。朝仕事に行く準備をしていた彼女は、急いで着替えていました。服装は自由なので、デニムを履いてブラカップ付きのタンクトップを着て、シャツを羽織っていざ出勤。職場に着いて朝の仕事をあらかた片付けたところ、何かいつもと服のフィット感が違うことに気づいたそうです。と思いながらトイレに入って確認すると、なんとタンクトップを前後ろ反対に着ている。
ブラカップが背中にある、すげえ状態。道理で違和感があるはずだわと一人で苦笑いしながら直したそうです、シャツがふわっとしていたせいか、周りには気づかれずに済んだのは幸いでしたが、背中盛り上がってたのかなと思うと冷や汗ものだったそうです。そうだな。その夜彼女の旦那さんにその話をしたところ、あるある、俺もなんか首が締まるなと思ってたらワイシャツの下に着るインナーのシャツを前後ろ反対に着てて、でもめんどくさいからそのまま着てたってのが何回もあると言われたそうです。いやいや首締まるなら直せよと突っ込んだそうですが、似た者夫婦なんですかねということで、いやそうです、似た者夫婦ですこれはね。いやだからだから背中があれでしょ、ボフそうボフってなってたなってたんだよね。でちょっとゆったりめのシャツを着てたってことなんで、多分歩いてる時は多分すごい風を切って歩いてるみたいに見えたんでしょうね。シャツもねシャツもふわーってなるからね、確かに座ってた時大丈夫だったんかな。もうあれじゃない、会社でもう朝急いで準備してたぐらいだから、朝のそのさ仕事もさ、ちょっと早めに片付けなきゃいけない、だから背もたれつけてないんじゃない。なるほどね。だったら大丈夫だ多分、背もたれついたりしてこうシャツがさピッチってなったらさ、多分もう女性は一発でわかるじゃん多分。あれでもさ前かがみでこうやってるとさ確かにわかる。重力でさシャツは前側に垂れてくるじゃん。それなのにさ後ろにブラカップがあるから後ろにまあもしくはこう気を使ってくれた同僚に感謝だね。何も言わずにね。いやまあ何も言えないよね。言えないね。なんかこれちなみにあるこういうこと。俺はパンツ前後ろあるね。気持ち悪くない？気持ち悪い。でももうしょうがないってなった。なんか移動してた時とか。まあ確かに履き替えるところがまあない時とかが。だからすごい食い込むんですよお尻。そうだよね。そりゃそうだよね。で前もなんかキュッとなんか前はなんかバボンみたいなボテッとするみたいな。いやこれまあ皆さん気をつけましょうこれはね。まあでもね別にまあ迷惑をかけるってことじゃない。恥ずかしいってだけの話ですね。全然いいことですね。お幸せにということですねこれは。もう一件来ております。ラジオネームビアンキさん。友達の話だった気がします。友達の話だよ。ある日晩ご飯にオムライスを作ることにしました、時間もないし楽に美味しくできるので白いご飯に混ぜるだけのレトルトパウチのチキンライスの素を使いました。とろとろ卵でくるりと包み、ケチャップで絵まで描いて夫息子にも好評、美味しい美味しいと食べ片付けている時に気がついてしまったのです。なんとレトルトパウチの賞味期限が1年間だったことを今日のチキンライスの素は濃いめの色、深い赤色だなと思っていたんだけど、もうお腹の中に入っちゃったし夫も息子も喜んでいたし、言わずにそっとみんなのお腹の状態を1週間くらい経過観察していました結局私のお腹がちょっとくるっと、したくらいで大丈夫でした。それ以来賞味期限は最初にがっつり見るように、このことは夫息子には言えておりません。健太さんも陽介さんもお気をつけてください。まるで自分のことのように書いてしまいました。あくまで友達の話だった気がします。友達の話ですよね。これしょうがないね。まだ1年間でどのぐらい過ぎたかだよね。1年過ぎてたってことなんじゃない？まだその1年過ぎてからどのぐらい過ぎてた。そういうことか。これ2年過ぎてたらちょっとさすがにまずいと思うんだけど。でも賞味期限っていうのはね、ちゃんとそのあれを出してる、その商品を出してる方が安全に食べられるように設定したもの、そうです。だから、まあ素人の我々が自己判断でそれは食ったらダメです。ちゃんとしてください。反省します。反省してください。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちはあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。お待ちしております。それでは今日は、ラジオネームビアンキさんの友達の話からこちら選曲しました浜田雅俊と牧原紀之でチキンライス。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は浜田雅俊と牧原紀之でチキンライスでした。陽介健太のお悩み相談。
この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩みいただいております。はい、ラジオネームなべさん。なべさん、陽介さん健太さんこんばんは、いつも素敵な歌と音楽をありがとうございます、はい私の悩みは転職についてです。お今働かせていただいているお仕事は4歳の時からの長年の夢で、夢を叶えて今年5年目になります。はいはい、お仕事自体はすごく楽しいし毎日やりがいを感じられる素晴らしい職業だと思っています、ただ実務とは別の書類のお仕事がどうしても大変で、8時間勤務が終わってもその後職場で4時間残業、それでも終わらず家でも仕事の毎日です、書類だけではなく制作物などもあり、年度末などの忙しい時だと朝4時に寝て6時に起きる2時間しか寝てる生活や休日出勤などが続くほどでした、おそらく業界の中ではお給料も良く人間関係もいい環境なのですが続けていける自信がなくなってきました、ただ次に何をやりたいか全く思いつかず本来は自分で決めることだと思うのですが考えが行き詰まってしまったので何かこうしてみたらいいんじゃないというアドバイスがあればいただきたいです。お願いしますと。いやこれ難しいね。でもちゃんと悩んでますね、どうだでもなんだろうなもうねこれなむずいよな。でも自分のやりたいさ夢の職業まあでも何に対してこうあれだよね転職を考えているかだよね。そう体力的なことなのか、そのやりがいだと思ってた仕事が実はやりがいじゃないんじゃないかって思っちゃってるのかそもそも、でもこれもさなんかこうその鍋さんが今おいくつなのか分かんないけど、5年目だからまあそうか大学出20た代じゃないと思ったら20代後半7とか8ぐらいか、でもこれもうちょっとね頑張るとね多分ね自分の地位が多分上がってくから、後輩を育てたりとかっていう立場になってくと思うんだよねどこのまあね仕事も。あとまあ確かにでもさ、まあ正直、20代ってもちろんやりたいことやった方がいいんだけど、やりたいことをやろうとして、何かこう壁にぶち当たったり本当にどうしていいか分かんないみたいになった時に、我慢とか、辛抱とか、耐える、とかまあちょっと根性をさ、見つめ直す年代かなとも思うんだよね。まあもちろんもう無理はダメだよ、本当に無理はダメなんだけど、でもなんか社会はこうなってできてるんだなっていうのも知る大事な、それをさ純粋な気持ちで入れるわけじゃん、うわうぜえとか、きっつーとか、まあでも年を取るとさ、まあこれも例えば結婚したりしたら、まあこれも家庭のためだしとかさ、まあこれも後輩がいるし先輩もいるしみたいな、こう許せる理由がつけれるわけじゃん、年を取って経験を重ねていくと。でも20代の若いうち、まあいろんな環境あるかもしれないけど、基本的にさ1個目の気持ちが先行してそれがでかく存在できるわけじゃん。それを純粋に感じるわけじゃん、うぜえつれえきつい、もう帰りでとか、だからなんかそれで辛抱すると、それをじゃあトライして成し遂げた時に何を得られるかとかも感じれるのも多分20代の良さだとは思うんだよ。だから最近だからすごくさ、まあ分かんないよ全てが全て分かんないけど、たまたまそのテレビを見てた時に就職して2日で辞めちゃうとか、3日で辞めちゃうとか、なんかそういう人がすごい多いらしいの、だから今その退職代行とかも流行ってる、でもなんかその理由とかはなんか本当にその条件が違ったとか、プライベートが充実できなさそうとか、まずはプライベートはもう学生時代の間に十何年、20年近くやってきたわけだから、基本的にで親のおかげでね、おかげだったり、だからいろんなね、まずそこ第一優先じゃなくてもいいんだよ最初はって思いたい。もちろんプライベートも大事にしなきゃいけないけど、まずお仕事をしてご飯を食べていくためには、プライベートを優先してたらそんなことはできませんっていう環境下がまあ基本的にわけじゃん。まあもちろんその実家暮らしだったりもあると思うけど、まあ一人暮らしだったりもあるわけじゃん。まあだからそういうところだよね。だからすごくだから最近でさ、上の人たちもさ
パワハラだどうな、ハラスメントとか言わないからねコンプライアンスを気にして言えないじゃん、言えないね。だから気づけないんだよ。そういやだからなんか陽介はやっぱそういう意見を言うってことは優しいなとも俺は思ってて、この鍋さんがどういう詳しいあれが分かんないから一概には言えないんだけど、俺今だからこういう鍋さんみたいにこの家でもちゃんと仕事して朝4時に寝て6時に起きるって今死ぬほどブラックじゃん言うたら。でも今しかできないからね。そうだしそれやってる人いないからほとんど、だから後々そう差がつくよ。そうだからやってるやつとやってないやつって、今の環境って逆に若い人にめちゃめちゃ厳しいなって思うわけ。やらないやつは、逆にね、そう言われないからやらないし、後からどうなっても知らねえぞっていう、そうっていうスタンスじゃんもうみんな。だから上の人がいやこれをやっとかないとこの人はここまでに絶対に痛い目を見るって分かってるから、経験則で、みんな今まで言ってたけど、それがパワハラになっちゃうから、なっちゃうのにな。でも放置されてるわけ今。そうだよね。だからかわいそうだよね。そうだからめっちゃかわいそうだし、でも逆を返せば鍋さんみたいにもうめちゃめちゃやってる人ってやっぱ絶対今の年代でもいると思うの、若い子だから、その子たちが多分ほんと5年後とかにめちゃくちゃこう頭がもう4個ももう6個も10個も抜けて出世していく人になると思うから、なんかできる自分のまだこの今ついてる職業が夢だったもの、やっぱ夢だなっていうの少しでも思ってるんだったらちょっと歯を縛ってもいいのかなっても正直思う。まあとか、そのあれだよね、仕事以外の、まあちょっとしかないだろうけど、時間をね、例えばちょっといいお布団マットレスに変えてみるとかさ、枕変えてみるとか、ちょっと通勤の時に音楽聴いてみるとか、いいヘッドホン買ってみるとか、そうお給料いいんならね、なんかそのためのお給料みたいなもんじゃん、言うても。でだからしっかりそこはもう俺はなんか頑張ってほしい。そうだね。ただまあ体は壊したら元も子もないから、そう体を壊しそうならちょっとちゃんと考えて、体を壊しとったら、もっとねちょっとだけね、すいませんお休みしますとかも全然いいと思うし、一旦はね今しかできないことでもあるから、本当に今しかできないと思う、もうそういうのって。でそこで歯食いしばって頑張った経験、いや本当にね得られないよ30代じゃ。得られないから得られない絶対に、だからちょっとこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスはできない。アドバイスっていうよりも願望俺らの頑張ってみてもいいんじゃないかなっていう願望です。ちょっと熱くなりました、久々に。いや素晴らしい、もう頑張ってください。頑張ってください、ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパエアで Just Like This 2024より雨上がりに咲く花です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、久々になんかこう熱くなったお悩みが来ましたね。いいですね本当に。やっぱこういう人生についてとかさ、その仕事についてとかってなかなかやっぱ見れないじゃん。そうね。俺らの場合その他業種ではないけど、そのなんていうんだろうな、サラリーマンとか先生とか銀行員の方とか、なんかそういう社会を回してくださってる方たちの職業してる方たちのそういった悩みとかってなかなか聞けないから、本当なんかいいですね、こういうことでお悩みを送ってくださって。僕たちも他業種だからしかない多分視点はあると思うからね。まあそもそもねこうもう僕らはいつも崖っぷちの淵にいるんでねそういう危機感を持ってやらないといけない職業なんで難しいですけどね。まあでもその立場だからこそ言える、なんかアドバイスも多分もしかしたらあると思うので、皆さんお悩みもねいっぱい送ってください。お知らせものがございます。今年も Just Like This 2025開催決定しております。日程は9月27日土曜、28日日曜の 2days。 会場は山梨県川口湖ステラシアターです。Day1、Day 2でそれぞれテーマが異なります。2日間違うセットリストなので皆さんお楽しみに来てください。そして8月にスパイのバサラカ1周年を迎えます。もうすでにパフェ今回はパフェでいこう。そこで、リスナーの皆さんからはこの1年間の放送で自分が好きだったシーンを大募集します。なるほど。何月何日放送回の何分くらいに陽介くんが言っていた〇〇が好き大丈夫これでいける
いけるまあとかこれなんかこのそのやり取りがね、うんとか多分はいはいはい多分何でもいいと思うので、送ってもらえると嬉しいです。はいお願いします締め切りは7月13日日曜日までとはいいうことなので、皆さんどしどし送ってくだおさい。願いします今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先は小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストをお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。はいということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。